皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、いや、皆さん、2週間ぐらい空いちゃいました。はい。ちょっとね、動画しばらく、しばらくって言ってもね、1週間私毎日1回は投稿しようっていうね、風に大体決めてやってたんですけど、今回ですね、ちょっと1週間飛ばしちゃいました。で、これにはですね、浅い理由がありまして、それがですね、M4 です。はい。皆さん、あんまりね、この私のチャンネル見てらっしゃる方はご興味ないかもしれないんですが、アップルからですね、新しい M4 チップが搭載された Mac がね、3つ、3種類出たんですよ。で、私今現在M1 の MacBook Air、これを登場当初から購入しまして4年使ってるんですよね。で、この M1 で 4K 動画の、30fps ですね。これをいつも編集して使ってました。で、これね、かなりパワー十分。十分ではないかな。今となっては、ちょっとね、パワー不足も感じてきたりだとか、あと熱問題ですよね。やっぱりエアーって、ファンがありませんので、かなりで熱もこもって、パフォーマンス落ちるっていうことが結構ありました。はい。っていうので、この M4Mac でどれにしようかなっていうのも一生悩み続けて、もう全然決まらないんですよね。ただもうとにかく欲しくて、はい。もうずーっとね、そのことばっかり頭悩ませてたら、2週間経ってました。はい。で、結論はですね、Mac mini を購入しました。はい。ということで、M1 MacBook Air とね、もうしばらく併用して使っていこうかなと思っております。はい。ということで、関係ない話は以上になります。ここからはですね、ちょっと1週間空いたっていうこともあってですね、私の最近のアクアリウムであったりとか、植物の育成ですよね、どんな状況かっていうのを皆さんにダラダラとお話ししていこうかなと思います。まずは、アクアリウムからです。こちらの90センチ水槽、実はめちゃくちゃ調子が悪くて、その原因っていうのが一つこれなんです。京セラさんの生き物電球です。はい、これですね、ちょっともう、パワー強すぎですね。はい、もう苔まみれになっておりまして、で、一回ね、これ、やっぱり苔がかなりひどかったので、ブリムさんのコスモに変えたんですよね。コスモ2頭の管理に変えたんです。で、そこからかなり苔減りまして、水草の調子良かったんですけど、もう一回ね、やっぱり諦めきれず、試したんですよ。しかも、はい、75センチね、水面から開けて、めちゃめちゃ高いところからね、吊るしました。ただ、これでもですね、ダメでした。はい、結論言いますとね、これでも苔がめちゃくちゃ出ました。いや、おそらくこれね、陰性水草中心の水槽には、この生き物電球はおそらく厳しい。うん。もうライトがね、光量強すぎるんだと思います。光量というかパワー、なんやろこれ。何かちょっとわかんないんですけど、かなりね、パワーが強すぎて、私の環境下ではこれ以上高さ上げれないので、ちょっとね、難しいかなという結論になりました。はい。で、お次はこちら、アクアテラリウム水槽です。はい。いや、これアクアテラと言いながら、ほとんどね、植物部分が、メインと言っても過言ではないような、ほぼテラリウムなんですけど、こちらの植物、はい、非常にですね、このつる性の植物だとか、あるいはね、これ枯れかかってた、もうほとんどダメになりかけてた植物もだいぶ復活してきまして、非常にですね、こちらは順調に来ているかなと思います。ただですね、これ見ていただいたら、やっぱり卵巣が、はい、いや、これね、何回もね、水替えのたんびに卵巣を取っては、いや処置をしてたんですけど、なかなかね、卵巣が減らない。で、これの原因分かりました。はい、ここ見てください。これね、壁面部分なんですけど、この壁面部分、はい、実はこちらにも青緑がびっしりなっておりました。いや、なかなかこれね、厳しいですね。いや、この壁面にも卵巣って入るんですね。はい、で、相変わらずですね、水槽にアガベをインするっていうのは続けておりまして、で、こちら見てください。これね、アガベの下の高いという品種になりまして、これ実はもともとね、もっと葉っぱいっぱいあったんですよ。で、こちら水耕栽培とでまたね土耕とかいろいろ試して何回もね、いろいろこう、やってるんですけどなかなか根っこが生えないんですよ。
はい。で、そうこうしているうちにね、もう下葉がどんどん枯れていって、もうついにはですね、もうこの上、もうこのまま葉っぱなくなるんちゃうかって勢いで、どんどんこの下葉が枯れていってしまっております。いや、なかなかアガベってね、発根管理簡単な部類だと思うんですけど、こいつだけはね、もう何やっても全然発根しないと、はい、そういう株になります。もうちょっとね、水耕栽培、続けていこうとは思っています。はい。で、発根管理といえば、こちらのパキポディウムグラキリスさん。はい。いや、これですね、私、だいぶ増えまして、で、こちらはですね、かなりこれ、成功している部類といいますか、発根管理はですね、大成功してまして、もう鉢のね、この上、上部にももう根鉢のようになっておりまして、これ、下から見てもね、はい、非常にこの細いね、根っこなんですけど、もう鉢の中ぐるぐると根を伸ばしていってるっていうところですね、非常にこれはね、順調かなと思います。で、他にですね、こちらなんですよ。これですね、もうベコベコになって全然発根しない。もうほぼね、半ば諦めてた、グラキリスさんになるんですが、これ見てください。実はですね、これ、しばらく夏の間、もう外管理にしてました。でも半ばこう諦め半分でもう自然に任せてまえっていう風に外にずっと放置してたんですけど、新芽というんですかね、これなんて言うんでしょう。新しくね、こう芽が緑の部分っていうのが出てるので、こうもしかしたら発根してるんちゃうかなと思いきや、はい、これね、根っこ見えるスクープっていう透明の鉢なんですが、これぐるって見ても、根っこの存在はね、確認できないんですよ。ただ中ではもしかしたらこれワンチャンね、根っこ出てるんちゃうかなっていうふうに思ってますので、またこの辺りはいいタイミングで、発根の確認をしていきたいと思っております。で、あとはですね、もうめちゃくちゃ小さいグラキリスさん。いやこれもね、全然発根せずで、リセット何回かしたんですけど、もうちょっとこれあかんかなってね、思ってます。はい、これも外管理してるんですが、さすがにこいつはね、ダメかなとは思ってます。はい、で、お次はこちらです。こちらのサウンデルシーの奥にあるこちらの植物、はい、皆さんこれね、圧倒的玉ねぎ感っていうのでね、私ご紹介一度したことがあるんですが、実はこちら、ブーファンディスピチャというね、玉ねぎではございません。はい。こちらももう1年以上管理している2株になりまして、葉っぱがね、だいぶ落ちてたんですよ。ただこの季節、秋口になって、やっとなんかね、この新芽、展開してきましたので、おそらくこれ冬型の植物ということになるんですかね。これからが成長していくような植物になるかと思います。はい。で、お次はこちら。これですね、チタノタの白芸。これも何度かお見せしている株になるんですが、実は私ですね、あんまり害虫対策ってしてなかったんですよね。そしたらかなりね、虫にやられてしまいまして、で、そこからは害虫対策一応して、スプレーとかですね、霧吹きでかけたりしてました。で、そうするとですね、周りのね、はい、害虫にやられている部分からまた新しく葉っぱが出てきまして、非常に力強い葉っぱ、虚子が出てきてくれてますので、おそらくこれね、もう大丈夫かなと思うんですが、はい、やっぱり虫は怖いなっていうのを実感しましたね。結構他にもね、やられちゃった株たくさんあります。はい、で、お次はこちらです。グラキリス誤送事件に巻き込まれた際にお詫びの品としていただいた謎の種、こんな風にですね、ちょっと一部発芽してきました。ただこれ何の種なのかいまいちわからず、はい、わかる方いらっしゃったら教えてください。はい、でお次はこちらです。アガベの未生株になります。実はこれね、あんまり紹介してなかったんですが、もう1年以上前に種をまいたものになります。これがエボリスピナですね。で、あんまりね、これ見たら分かる通り育ってないですよね。私、未生、本当に、ちょっと下手くそで、こちらオテロイですね。オテロイの未生も1年以上でこんなんですよ。めちゃくちゃ小さいでしょ。いやもう上手い人からしたらでなんで1年でこんな状態やねんと思われるかもしれませんが、はい、でこちらもね、まだこれが一番大きいかな、はい、こちらもオテロイド未生株1年です。普通にと言いますか、腰水管理とかはしていないので、もうね、かなり成長速度がゆっくりな、原因なのかもしれません。ただね、コンパクトに小さく育っているっていうのは、ある意味メリットでもあって、ゆっくりとこうね、いかつい巨種とか、なんかこうコンパクトに育ってもらえるっていうのもあるのでね、はい、でこちらアデニウムですね。アデニウムも、はい、一応ね、ぷっくりはしてるんですが、こちらも1年以上経過してこんなもんです。いやー、やっぱり下手ですね。はい、ちなみに1年前の状態がこれです。はい、発芽直後はかなり調子いいと言いますか、発芽率もね、割と高くて、この時点では結構うまくいってたんですけどね、
ここからの成長速度が本当に遅くて、なかなかね、やっぱりミッション難しいなと私は思っています。はい、上手い人いたら、いや、ぜひね、教えてほしいなと思います。では、お次。はい、チタノタたちで結構また小株が出てきました。いや、小株結構やっぱ出ますね。これですね、FO076 ですかね。はい、になりまして、これもね、小株が吹いてきました。いや、またどっかで皆さんにね、お配りする企画とかが、できたらいいかなっていうふうには今思ってるんですが、まだちょっとね、もうちょっと、はい、育てていきたいなとは思っています。で、こちら、姫源流。いや、姫源流かっこいいですよね。本当に私一番好きかもしれません。こちらもですね、小株が出てきました。はい。で、姫源流何がいいってね、結構いろんなこの姿っていうのを見せてくれるんですよ。こちら見てください。これね、かなり締まった状態に育てている姫源流になります。はい。葉っぱもですね、肉厚じゃないタイプですよね。ちょっと薄い葉っぱになりますが、かなりですね、このいかつくコンパクトにまとまっているこちらの姫源流。はい。結構育て方でね、こうダイレクトに形が変わってくるっていうのがこの姫源流の魅力。こちらは逆にちょっとぷっくらしている、はい、葉っぱも分厚めの姫源流になります。いや、こっちもいいですよね。はい、私本当に姫源流好きで、いや、初心者の方にはね、これ本当におすすめしたい。いや、もうアガベ結構おもろいなって思う、はい、品種の一つだと思いますので、ぜひ、いや、お安いですしね、ぜひ皆さんこれ手に入れてほしいなという株になります。で、お次こちら、アガベのレッドキャットウィーズル。これね、めちゃくちゃ虫にやられてしまいました。いや、もう本当にね、私全然管理、虫対策してなくて、もう今はちゃんとやってるんですけど、はい、かなり中心点やられてしまってました。はい、こちらの株はちょっとあんまりうまく育てられてない感じですね。で、反対にこれ、いや、このね、レッドキャットウィーズルはめちゃくちゃうまくいってます。まだ多分虫にもやられてない感じはするんですけど、こう縦に伸びず、まだまだ小株なんですけどね、いや、非常にコンパクトに、かっこよく育ってくれるんちゃうかなと、これはうまく育てたいですね。はい。で、まだまだアガベがございます。こちらですね、アガベのチタノタバラクーダという品種になりまして、いや、根っこめちゃめちゃすごくないこれ。なんかもうね、そろそろさすがに植え替えなあかんかなと思ってるんですが、もう根っこすごいですよね。はい。で、これも透明のね、スクープという鉢に入れております。はい、結構大きめのサイズですよね。これはこれでかっこいいかなと思います。もうアガベ最近本当に安くなりましたよね。私が始めた頃でもかなり値段はね、落ちてたと思うんですけど、いやー、それでもね、まだ結構値段してたんですよね。もう今本当に下手したらこう数百円台でね、全然手に入ったりしますしね。はい、2、3000円あったらもうかなりいい株買えますよね。はい。で、ちょっと変わり種のご紹介です。これね、アガベのチタノタ白芸なんですけど、もう最初ね、ラッキョみたいにね、薄くてぺっちゃんこやったんですよ。で、気づいたらこれだいぶね、虫にやられてたみたいです。だから新芽の展開も遅くて、ラッキョみたいにね、なんかもう薄くぺっちゃんこになってたんだと思います。で、お次はこちらです。これね、こちらも白芸になるんですけど、ちょっとこの白芸、挙手がですね、ちょっとあんまり、私が持ってる他の白芸と違って、なんか長いんですよね。皆さんこれ白芸なんですかね。ちょっとね、こんなに白芸って挙手が長いのか、私ちょっとあんまり詳しくないので、ぜひこれもね、わかる方いらっしゃったら教えてほしいなと思っております。で、お次はこちら。エボリスピナですね。こちらのエボリスピナ、しっかりもう発根してくれまして、はい、これね、実は水耕栽培で発根させたんですけど、非常にね、うまくいきまして、はい、こんな風に根っこがしっかりね、回っております。で、もう一株も、なんと発根管理成功したんですよ。ただですね、結構虫、ついてまして、なんか赤いね、綿発する虫ありますよね。あの虫がね、かなりびっしりついちゃってます。はい。で、お次はこちら。ケラリアピグマエア。これ、冬型と言われてるんですかね。はい、非常にですね、この葉っぱ緑で、可愛くてぷっくらした可愛い株ですね。おそらくこれも根っこ出てるんちゃうかなと思うぐらい順調です。はい。で、お次はこちら。ユーフォルビアのオベサですね。これね、タダでおまけでいただいたものになるんですが、最初本当にね、もう親指の爪ぐらいのサイズで、そこから比べるとかなり成長しました。
はい。で、続いて、ハオルチアです。私、ハオルチアね、本当に育てるの下手で、いやーもう、これ原因もはっきりしました。光がね、強すぎました。もう、アガベとかと同じぐらいの光でやってたら、もうかなりね、もう、しぼんでいってしまって、枯れ込んじゃったんですよね。そこから比べると、今、だいぶ光弱めで管理してますので、うまくで、はい、復活を遂げつつあるかなっていう感じですね。もう、これなんかもう、本当にね、いや、めちゃくちゃ枯れてるでしょ。で、真ん中はだいぶ、はい、復活してきてくれてるので、いやーもうね、元の当初の形に戻したいなと思ってます。最初こんな感じやったんですよ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。いや、おそらくこの状態に戻すのにまだ2、3年ぐらいかかるでしょうね。はい、っていう感じで、なんとかね、はい、ハオルチアも少しずつ育て方掴んできてるかなというところです。はい、ということで今回はアクアリウムであったり植物の状況っていうのを皆様にご紹介してきました。はい、もうちょっとね、ダラダラと喋ってしまいましたが、相変わらずアクアリウムと植物両方楽しんでやっております。で、植物もかなり増えてきておりまして、まだね、これ外にもあるんですよ。で、冬にね、なってくるにつれて、中にね、室内にまた入れなあかんなとか、ああいうのあるんですよね。例えば、ビカクシだとか、はい、その辺はね、室内管理に戻さないといけないなと思っておりまして、ちょっとね、この植物たちの行き場どうしようかなっていうのが最近の悩みです。で、あとはアクアリウムですよね。アクアリウムをね、やってるんですけど、なかなかですね、もう本当にこの水槽の数っていうのもたくさんありまして、この辺の管理もね、いやー、結構厳しいなと思いながら、はい、毎日日々、忙しくも楽しく過ごしております。まだ30キューブとか、はい、立ち上げてないものっていうのはあるので、この辺もね、また今後時間ある時にやっていきたいなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。